こんにちは、アンナスです。今日は、アンナスの小さな刺繍図案っていう本の中から、ヒイラギを刺繍しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日はアンナスの小さな刺繍図案っていう本の中からこのクリスマスのノエルのヒイラギの部分をピックアップして、ここだけワンポイントで刺繍しようと思います。実物がこれですね。この部分のちょっとこれ全部やると縦長なんで、この上の部分なしでこの2つの葉っぱと3つの実だけで、なんかブローチとかこう丸い感じで作れたらいいと思うんですけど、ブローチにはしないんですけど、ここの部分だけを刺繍していきます。ではどうぞ。はい、では刺繍をしていきます。図案を写すところは別の動画でやっていますので、そちらをご覧ください。では、刺し順は実の部分から刺していくので、このちっちゃい丸の中に頑張ってちっちゃい波縫いを入れて、これ玉留めしないので最初の玉留めの代わりですね、ギリギリで留めて一つ前の穴、糸の上に刺します。これで絡まっているので出てるところをハサミで切ります。では刺繍をします。丸は真ん中に1本基準を入れて、で上と下と埋めていきます。で上と下と交互に入れてもいいし、上半分を埋めてから下半分を埋めてもどちらでも大丈夫です。で線の通りにきちっと刺すんですけど、丸の刺し方のポイントは、最後ちっちゃい点で終わらせないってことですね。だからちょっとバランスを見て、この上と下と埋めていって、これぐらいかなっていうので途中で終わらせてください。途中っていうのは、刺繍糸ってどんどん足していくことはできるんですけど、引くっていうことは全部切らなきゃいけなくなるので、あんまり切りたくないですね。なのでちょっとずつこう見ていって、これぐらいかな、でもまだちょっとここにもうちょっと入れたいなって思うかもしれないですけど、次行きます。で、丸が全部できてからちょっと全体を見て、やっぱりちょっと少なかったなっていうところは1本とか2本足すぐらいにして、あんまりやりすぎるとどんどん楕円になったりとかひし形になったりとかするので、丸の刺繍をしたことある方は結構わかると思うんですけど、この話。なのでちょっとこうあまり刺しすぎないように、後でバランス見て足すっていう風にしていきます。はい、では丸3つが刺せたので、糸を終わらせる時も玉留めしないで裏に絡めます。2回ほど絡めるとこれで絡まっているので切って、で次の色にします。こっちのこの葉っぱの下の部分をやろうと思うんで、最初は波縫いから始めたんですけど、2回目以降は、最後と同じで裏に2回絡めればこれで絡まってるので、絡まない方は3回ぐらい絡めていただいて、で始めます。で、葉っぱの刺し方、特に普段の葉っぱじゃなくてこのギザギザになっているヒイラギの葉っぱの刺し方なんですけど、これは鳥の足跡は一応やるんですけど、鳥の足跡っていうのは最初に頂点を作って、で左右にガイド線を入れるんですね。ただこっちの半分は今同じ色じゃなくて、別の色で刺繍する予定なので、ちょっとこっちの濃い緑の方は後でガイド線を入れます。
でこのまま普段だとこう斜めに刺していくんですけど、この頂点とんがっているところを先に刺しておきます。だからこうだからちょっと斜めにしておくといいですね。そうすると葉脈っぽくなるんで、ギザギザが2箇所あるんで、ここはあんまり平行になるようにこうガイド線入れて、こんな感じでちょっと元の位置に戻って、ここいきなり背の高いのと短いステッチがあるんで、間のステッチをちょっと1本ぐらい入れておくとちょっとナチュラルになったかなっていう感じで、この後は斜めを保ちながら、サテンステッチしていきます。で斜めを保つってどういう風にやればいいかというと、外側線が書いてある方ですね、こっちの外側は普通に隣に刺すんですけど、この真ん中の方はたまに針1本分ぐらい開けたりすると斜めになりやすいです。ただこればっかりやってるとすごく長さが長くなるというか鋭角になってくるので、普通に隣には刺していくんですけど、たまに入れるといいですね。で隣に刺してばっかりだと今度は向きがね真横になったりして葉脈っぽさが出なくなったりするので、調整しながらやっていきます。でここまで来るとさっき入れたガイド線と今刺してる、刺繍糸の向きがちょっと辻褄が合わなくなってくるので、ここはここ中心にして放射状に埋めていきます。それで辻褄を合わせていきます。だから同じ穴に入れても大丈夫です。こんな感じで、また続き隣に刺すんですけど、たまにちょっと横向きになってきたかなっていう時は少し針1個分ぐらい開けて、ちょっと一回斜めのステッチに変えて刺していく。なのでサテンステッチは、平行に刺していくっていうのが基本なんですけど、ナチュラルに向きがこうちょっとずつ変わるっていうのは問題ないので、こっそりそうやってちょこちょこ変えていってください。はい、ではこれでできたので、半分違う色なんですね。濃い緑になっているので、これで一旦終わらせて、濃い方の緑で刺していきます。で刺し方はさっきと同じですね。鳥の足跡ですね。鳥の足跡っていうのはこう3本カラスの足跡っていうんですかね。こう入れて、で間を埋める。ちょっとここいきなりすぎるので、これでさっきみたいにガイド線、今回は頂点が3つあるんで3つ入れて、これもちょっと斜めを意識して入れるといいですね。もう最後はちょっとあんまり斜めにできないかな。で戻ってさっきと同じように埋めていきます。で反対の葉っぱも同じようにやっていきます。はい、では、葉っぱができたので今度は茎アウトラインで刺繍します。まず1目作ります。
で少し先に出して最初に作ったステッチをちょっとギュッと押して糸の下に刺します。でこういうカーブになってるんで、カーブの方に向かってちょっと押してあげる。だからカーブに沿うようにして押す方向に重ねるっていう感じで、一回重ねたらそっちと同じ方向、右とか左とかいろいろしないで、同じ方向にずっと重ねていきます。あんまり長くなくていいですね。これなくても全然これだけでも可愛いですね。せっかく図案を写したのでここまでやってみます。で、アウトラインの場合はちょっと頼りないのでたくさんぐるぐる巻きつけるか、サテンステッチのところまで戻ってサテンステッチの裏にしっかり巻きつけるとよく絡まります。これで糸を切って出来上がりです。もうほとんど図案消えてるんですけど、ちょっと濡らして消しておきます。このチャコペーパーはお水でシュッと消えるものなんですけど、洗わないと消えないチャコペーパーもあるので、パッケージの説明書きを読んでその通りに消してください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録と、いいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。